災害交通系の闇と言います。今日は道路交通関連情報の読み解きの一考察と題して、発表させていただきます。で、先日行われました中間報告会の方で道路交通のテーマが少なかったということで、それをその当時発表しなかったんですけれども、非常に重要な情報なので、少し紹介をさせていただきたいというふうに思います。で、まずごめんなさいです。今回ご提供いただいたデータ一切使ってません。震災当時に実際に流通していた情報をその当時リアルタイムに解析をして配信をしていました、私が。で、それについてお話をさせていただきたいと思います。で、利用していたのは通行実績情報、本田技研工業さん、それから、路面段差情報、我々独自で観測をして1万キロぐらい集めてます。それから、災害時のガソリン情報、55GS 館というのを使いました。で、まず通行実績情報です。本田さんが提供されていたのは3月11日から4月の末までです。で、それについてずっと順番に見ていますけれども、最初の方、三陸周辺で情報が出ていないということで、この辺りで被災があったんだろうということが予想されるということです。で、これはそのまま出しているのではなくて、5キロメッシュの中で、どのくらいの道路に対して通行実績が上がっているかという比率で色を示しているんですけれども、なぜこんなことをやったかというと、一番最後の週と比較をして差分を取りたかった。で、これを差分を取って、下回った量を赤の色で示しています。そうしたときに、この水戸周辺にも実は赤いところが出ている。つまり、あまり水戸周辺被災しているという印象皆さんないと思いますけれども、実は被災をしているんではないかということです。で、我々が独自に集めている路面段差情報です。これはスマートフォンを使っていて、加速度センサーと GPS を使って加速度を2回積分して高さを求めるというものです。で、Google プレイで、配信をしていまして、バンプレコーダーという名前でやっています。で、当時、震災から約1ヶ月経ったあたりから観測を始めまして、4月の2日から5月の8日までの9日間で4600キロ走って情報を集めました。で、その結果、示しているのがこの青の丸で、大きなところが段差が多いところ、大きな段差があるところなんですけれども、実は南の方、新大より南の方で大きな段差が、たくさんあるということで、皆さんの印象とはちょっと違う状況が見えているということです。で、これを頭に入れながら見てみると、さっきお話しした水戸周辺で、交通の、量が減ったということは、何か符合するものがあるんではないかというふうに考えています。で、その段差情報ですけれども、水戸の周辺少し拡大をしてみました。水戸駅のところですけれども、右下ですねのところに水戸駅がありますけれども、水戸駅の南のところで、段差が多く見られる。それから、北を走っている中川の、川沿いのところで段差が非常に多いということが、分かっています。で、これをずっと実は我々観測を続けているんですけれども、その継続的な観測から何が分かるかということを少しお話しします。仙台周辺の、古川、菅生、白石のあたりです。で、まず古川インター、昨年5月8日に計測したものと今年7月に計測したもので見ると、三角、つまり段差があったところがなくなっている。それから菅生パーキングエリア周辺もなくなっている。東日本大震災の、爪痕を、ネクスコさん頑張って消しておられるというところです。で、ところが白石周辺ではなくなっていないということで、ここはまだ工事が、7月の時点ではされていなかったんではないかというようなことです。これを面的に捉えていくと、どこがどれだけ、復旧してきたかということが読み解けるのではないかと考えています。で、最後に災害時のガソリンスタンド情報です。55GS さんが災害時ガソリンスタンド情報というものを、やられておりました。ここに、表現されているのは、いつどこでどうだったかということが示されています。在庫切れ、給油制限中、通常営業中となっています。で、それを5キロごとに、メッシュ化しました。青が通常、それから赤が給油できないというものです。そうすると、3月14日では東日本全体がというか、関東圏しかデータないですけれども、赤くなっている。それが、1週間経つと関東圏が良くなって、東北からも情報が上がるようになる。そして、28日になると青くなってきて、だいぶ給油が安定してきたというところが見えてきます。これを念頭に置きながらもう一度通行実績情報を見てみると、3月の24日ぐらいまでは上回り量あまり出てきませんけれども、ちょっと難しいけれども、この辺りでデータが
つまり、ガソリン供給と関係があるんじゃないかということです。以上です。はい、ありがとうございました。今のバンプ情報は、ご自分で集められて、はい、普通、例えば広く呼びかけて、はい、皆さんが生成していただいたデータ、そういうのは広く呼びかけようとは思っていたんですけれども、実際にはうまくいかなくて、ほとんど自分で走ったものになっています。はい。バンク情報をリアルに近い形で提供すること可能でしょうか。結構それで半分死にそうになったので、バンプで物が起こってきて、かろうじて助かった人。ああ、なるほど。情報をどうやって集めるか、このアプリが広まれば可能だと思います。ありがとうございます。